大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、極小、非常に小葉の、葉の小さい二例ケヤキですね。で、私もこんなちっちゃいのは初めて、見たんですけど、最近やっとちょっとこう緑が出始めて、本当はもうちょっと早くにした方が良かったんでしょうけど、非常に葉の小さな種類ですね。で、本当にこれは二例ケヤキなんかなというふうに思ったりもしてたんですけど、なんかそうらしいんですよ。通常の二例ケヤキの何分の1でしょうかね。葉っぱの形すら見れないぐらいのちっちゃな葉っぱです。これをちょっと今日はですね、せっかくなんで、ちょっと鉢を変えてあげて、あんまりまだ動かせるようなところはないんですけどね、それなりにちょっと見れるような形にしてあげようかなというふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いしよろます。しくお願いします。ちょっとですね、このじゃあ小葉極小のやつがどんだけ小さいのかなというので、これが通常の二例ケヤキなんですね。で、これも葉は小さいんですけど、これと比べてもらっても全く葉っぱが大きさが違うと。通常のケヤキになるとまだこれより葉はちょっと大きいですからね。これが通常の二例ケヤキですけど、これを針金かけるのもちょっと大変なぐらいの木ですね。こんなに脆いんだ。へえ、こんなに脆いんだ。これ挿し木に使おう。新しい発見。おっそれいいでしょ。ダメだこれ。ですね、先ほどちょっとこういろいろやってたんですが、まさかのまさかでポキッといっちゃいましてここにあったはずの枝がこんなに脆く折れるとはという、初めて扱う木、言い訳ですけどね、こんなことあっちゃいけないんでしょうけど、非常にこんなに脆いとはっていうぐらい簡単にポロッといきました。で、いったやつを今こうちょっとつけてるんですけどね、せっかくなんでこれで挿し木を作ってやろうかと思いまして、今ちょっと水につけております。で、この辺からもちょっと胴吹きしてますのでね、この辺で今度はちょっとちっちゃいのを作ってみようかなとも思ってます。非常に脆い木です。もしこういうのどこかで出会った場合はですね、非常に脆いということをご注意ください。もうほんと簡単にちょっとこうやってたらもうポレッ
といきました。脆いってことですね。枯れてるわけじゃないですよ。ちゃんと生きてるんですけど、非常に脆いです。だからこの辺もちょっとこうやったらパリっていくと思います。だからこれで針金掛けするのは非常に神経使うでしょうね。そういう、やっちまったっていうこんなのもたまにはね、愛嬌でよくはないんでしょうけどお客さんのじゃなくてよかった。はい、ということで後で、ちょっと、土を準備して挿し木をしたいなと思っております。やらかしたニレケヤキの今日は挿し木をちょっとやろうと思います。あと、やつぶさの美濃やつぶさ楓もちょっと剪定した分があるので、それも一緒にちょっと挿し木をも同じトレーにちょっとやっていこうかなと思います。でまずこういうトレーに今こういうのは非常に安くであってですね、100均になんかにもありますので、あと、ナフコさんとかああいう、ホームセンターあたりにもあるんですけど、どっちがその時によってお値段どっちが安いかっていうのがあるみたいです。で、だいたい100円前後でこういうのが買えますので非常に便利です。こういうのをちょっと使って、やっていこうと思います。挿し木をするのにですね、うちでやってるやり方ですね。で、今からちょっと合わせていきますが、これは鹿沼ですね。鹿沼の小粒に、赤玉の細粒ですねをちょっと混ぜてあります。赤玉の細粒は普通に赤玉の小粒をふるった時に出る分ですね。それを取っといてこういうふうに混ぜていきます。これも普通に山砂の小粒をふるった時に出た分ですね。粉ああいうのを取り除いた分ですけど、山砂ですね。これもだいたい同量ぐらいで混ぜていきます。結構水持ちが良くなるのでですね、これを引いていきます。めんどくさい。素晴らしい目分量でしたがぴったりでしたね。多すぎず少なすぎず、うちでやるやり方ですね。鹿沼、赤玉、山砂で少量のボラも入っておりますけど、で全部、小粒なんかをふるった時に出たまださらに小さいやつですね、細粒。豆盆栽なんかをする方はこういう土使うんですけど、それ以外ではほとんど使わない。だから人によってはなんか捨てちゃうらしいんですけど、うちではこういうのを、ふるった時に取っといて、でこういう挿し木なんかに使っております。で
別にこれじゃないといかんというわけじゃないので、人によってはですね、宮崎なんか特にボラが安くで入るので、ボラのみで、はい、挿し木をされる方もいらっしゃるし、赤玉のみで、非常にお金のかかることでされる方もいらっしゃるというふうには聞いております。で、うちはせっかく出るものなのでですね、通常植える時にはほとんど使わないので、やるとしたら化粧砂に使ったりとかする程度なので、せっかくだったらということで取ってありますんで、取っといてこういうふうに挿し木をする時なんかにちょっと使ったりしております。非常に水持ちは山砂を入れてますので、水持ちもいいのでですね、非常にやりやすいとは思います。じゃあ早速挿していきます。で、ちょっと大きめなやつからいきますね。ちょっとつけてて、もっと本当は詰めた方がいいんですけどね、あんまり長いとそれだけ水をあげるのに大変なんでですね、でもなるだけ枝は残しておきたいんですよね。本当はですね、これをもっと完全にというとあれですけど、しませんけど、1本だけちょっとこうやってみましょうかね。挿し木をするのにですね、挿し木で失敗する、成功するっていうので、一番大きなのは挿した後に水をかけたりとか、あと風が吹いた時とかぐらぐら揺れるのが一番良くないんですね。針金をこうちょっと巻いたんですけどね。でこういうのを例えばこういうのにこう刺した時に下にこう出ますよね。でこれをこう折り曲げて、要はこれが動かないようにする。そうすると津軽必ずじゃないですけど、津軽率も上がるんではないかなというふうに思います。ただこういうトレーでする時はですね、なかなかそこまでいかないので、ちょっとそこまではやらないですけど、であとは気をつけてお水をかけていきますので、こんなん使ってくれたら面白いんですけどね。ブチッと切ったやつなんでそんなに数があるわけじゃないんですが、通常挿し木はですね、梅雨挿しといって、梅雨時期にやるのが一番つがりやすいというふうにされてます。やっぱ湿度もあり乾燥しづらいというのもあるんだとは思うんですが、でものによってはですね、結構夏に挿した方がいいものもあったりしますし、絶対その時じゃないといけないということはないんですが、だいたい4月5月6月ぐらいでしょうかね、でやるのがいいんじゃなかろうかなというふうには思います。と言いながらまだ今3月なんですけどね。今度は実のやつぶ栄でですね、よりつがりやすくするためには発根剤なんかを使う方法もありますので、そういうのも、有効かなというふうには思います。
はい、こんなとこですね。まあ今日はちょっと、突発的なやつだったので数が少ないんですけど、まあ、またちょっと残りこんだけありますので、なんか見っけて刺しとこうかなというふうには思いますけど、まあこれからの時期でもまあつからないことはないと思いますので、まあいろいろこうやってみられると面白いかなと思います。もみじなんかでもですね、3月4月5月6月っていろいろ分けてやってみると割合が変わってきます。津軽割合がですね。でまあそこそこ地域によっても違うでしょうから、まあいろいろやってみられるのも一つの手かなというふうには思います。結構宮崎の場合はですね、2月頃から挿し木する方もいらっしゃるし、はい、どのぐらい使ってるのかわからないですけどね、いや俺は2月からやるよっていう方もいらっしゃいますね。うちに来られるお客さん結構自分で作ったりするのが好きな方が多いので、それこそうちで買われた本数の何十倍かな、数が今結局買ったものを選定して刺してってしてるうちにもう車の置き場所もないという車を最初の頃は3台玄関前にこう駐車場を止めてたんですけど、今車1台なんですよ。であら最近車がって言ったら車を置く場所がなくなったっつってご家族で1台の車を共有してるそうです。車が挿し木に負けたそうです、はい、っていう方もいらっしゃいます、はい、まあいろいろこう自分でこういろいろして作るとまた楽しみですね、はい、やってみてはどうでしょうか。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあおばさんコメントです。はい、これ海外の方からのコメントで、はい、ありがとうございます。山砂とはどんな砂なのでしょうか。軽くて多孔質のものか、または重くて固体のようなものかっていうことです。まあ山砂っていうのはですね、まあ日本中どこでも今販売はしてると思います。ものの良し悪しは別としてですね。で、まあ実際は何の石なんでしょうね。御影石を砕いたような感じ、見た目はですねの感じの石です。で、まあ当然石ですから、石を砕いたやつですから、一粒一粒はそう、まあ、大したあれじゃないですけどね、まあ鉢に植えたりするとそれなりのやっぱ重さはあります。で当然岩を砕いたやつですから硬いです。指でつまんだって崩れませんので、だからまあ、植え替え、まあ、例えば何年かして次の植え替えっていう時も粒の原型はそのままですね、はい、潰れなくて潰れないです、はい、多孔質、穴が開いてるっぽい。いや穴は開いてないです、はい、もう岩を砕いたやつですからね、小さく砕いた状態のやつが、まあ、山砂ですね。でまあ、量販店なんかで売ってるやつで川砂というのもあります。でこれの違いはですね、川砂っていうのは粒が結構こう丸いんですよ。で山砂っていうのは当然岩を砕いてますから角張った状態なんですけどね、まあそれがあるがために、通気性がよく、その岩と岩、粒と粒の間に、まあ、水を持つと、だから保水性が高くなるというような感じですね。川砂の場合はですね、粒がちょっと丸いんですね。で丸いもんだから、まあ、隙間があまり開かずに、結構こう詰まってしまうと水はけが悪くなったりだとか、通気性が悪くなったりだとかで、水が全くこう抜けない状態になってくれば当然根は傷みますからね。だから保水性が高くなるというよりは水はけが悪くなるというふうな感じの方が、まあ合ってるかどうかわからないですけど、だからまあ盆栽で川砂を使うことはあんまりないかなというふうには思います。はい、山砂というのは、まあ、岩を砕いたやつで硬いやつで、角張った小さい粒だというふうに思っていただいたらいいかなとは思います。はい、次のコメントです。はい、前回の都城市で、植え替えした御用、松の木が何年生なのか知りたかったです。これも海外の方です。はい、まあ大体120年か30年かっていうぐらいでしょうかね。
うちで購入されてからももう20年ぐらいなりますからね、その時から考えてもまあそのぐらいなってるでしょうかね。わかりました。もともと盆栽用として作られた木ですので、まあ例えば上をぶった切って小さくこう下だけ太く作ったというものではないですね。はい。だからそういう大きな切った跡というのは一切ない。はい。もともと盆栽用としてずっと年数かけて作られた部分ですね。はい。わかりました。次は白松さんです。はい。この間長寿梅の紅白植えを購入された方ですね。はい。これも五葉松の植え替えについたコメントです。はい。この五葉松の植え替え後、かなりの重量になると思いますが、はい、元の棚に戻すときは、はい、専用のカートで運搬し、最後は人力ですか？まあ専用のカートがあればそれに越したことはないなとは思いますが、以前はですね、若い頃はぐらいのサイズの鉢は一人で運んでたんですが、もう何せこの年になるとそこまでのパワーがないので、来るからさんにお手伝いいただいて、人力で2人で運びました。はい。そんな感じです。はい。じゃあ今後も撮影よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。